マイコくん。なんすか先輩。アニメとかで超能力と引き換えに何かを失うとかあるじゃん。ありますね。それ AI ジョーティッシュでわかりますよ。インド先生術わかるの？もちろんわかります。スティービー・ワンダーなら得た超能力は世界感情音声化能力で、失ったものは普通の感覚です。俺とか視聴者もそういうのあるの？あります。概要欄にプロンプトのリンクを用意しましたので試してみてください。じゃあ今回はスティービー・ワンダーの超能力と没能力だな。それでは分割図を用意してきますね。その1、D1 魚座。さあ始まりました。今回も分割図鑑定団。実況は牛丼は吉野家よりも松屋派のエルビスとシリコンバレーの種馬マイコくんだ。先輩、それコンピューターっぽいのとロッキー足しただけじゃないですか。僕はそういうキャラじゃないっす。さあ生まれた瞬間に決まってしまうオペレーションシステム、それが読めてしまうのがジョーティッシュ。マイコくん、今回はまずどこに注目ですかね？見どころはいっぱいあるんですが D1 でヤバいのは7室っすね。さあ7室はどこだ？音楽の殿堂スティービー・ワンダー。 D1 は乙女座ラグナの改善職人が基本キャラだ。当然7室は魚座っすね。7室といえば中村雅俊も歌っていたフレーズ、人は皆一人では生きていけないものだからなんだこれはスティービーなんだ。境界を溶かす魚座に月金星ラフ。簡単に言うと世界感情音声化能力っすね。なるほど、言葉のパワーボム。世界感情音声化能力が炸裂だ。月が感情受信、金星が音楽、ラフが異常増幅、そして魚座で境界が解ける。マイコくん、解ける枯れる。これって超オープンな性格ってことなのかい？オープンというか境界線が薄すぎて向こうから全部入ってくる状態っす。オーマイガー、自分から扉を開けるんじゃない。津波が押し寄せるんだね、稲村ちゃん。スティービーが自分の気持ちを歌っていると思ったら世界中の悲しみや希望が勝手にマイクへ流れ込んでいる。チェックワンツーだから全員の歌になる。ここで魚座金星はこうよ。音楽の女神が最高出力で降臨だ。ただしラーフの増幅はただじゃないっす。何かを失う請求書が来ます。うわー、請求書の時間だ。増幅したらなら何かは削られる。自分と他人の感情を分ける力が没収。これはきついぞ。超能力の代償で周りがスラムなら心もスラムにダンクで没収。ゴリラダンクはその通りっす。さらに彼は生まれた瞬間から水星ラーフ期で始まってるっす。ダッシャーが来た。これ生まれた瞬間から実戦投入、待機時間ゼロだ。水星はお牛座、声、音、振動、触覚、目ではなく音で世界を覚える水星にラーフが合流だ。音を学ぶというより音で世界そのものを再構築したレベルっす。見える世界の地図を失った。しかし代わりに鍵盤が世界地図になった。
音の高さが距離、声の質感が表情、リズムが時間の流れ。これはただの耳の良さではない。彗星が音を情報へ変換し、ラフが処理能力を異常拡張している。早くも超能力と没能力が表裏一体だ。ただ先輩、これが本当に代償なのかは次の D30 を見ないと確定しないっす。おっと、ここで慎重なマイコー君。才能の裏側に本当に請求書があるのか。その2、D30 魚座金星。さあ、チャートは D30 に切り替わったぞ。D30 のテーマはアンラック、運と最悪や。楽じゃないからアンラック、魚座金星がラグな一室に君臨している。アンラックを調べに来たはずが、金星が最高出力で正面玄関に立ってるっす。しかも金星は魚座で紅葉、音楽美愛が本人そのものになる配置っす。立ちはだかるは金星魚座の混合力士像。待て、それはラッキーの説明ではないのか。 D30 はアンラックの分割ではないのか。そこが確信っす。強すぎる金星は人生の代償まで金星経由になるんすよ。 D1 表の顔でも魚座金星、この D30 でも魚座金星。才能の現場とアンラックの現場に同じ魚座金星が2度出現だ。エルビスも2度見するこの出現、趣味じゃない。これは生命維持装置。歌わなければ世界との接続が切られる。そうっす。超能力は音楽で世界とつながることっす。没能力は音楽を使わずに世界とつながる道が没収されていることっす。人の悲しみを受信して救える反面、受信を止められずに本人が削られるっす。救済者の衣装を着た過剰受信機。美しい音の裏側で本人の消耗が進んでいるのはスティービー。さらに D30 の月はサソリ座、水星はお牛座っす。水星お牛座は D1、D12、D30 で全重複、嫌なことが起きても逃げ道まで全部音に統一されてるっす。こいつはがっつり決まってしまった。傷を歌にできるから傷ついても大丈夫だという危険な錯覚。才能化できるからこそ消耗そのものを見落とす。つまり D1 の魚座金星が超能力の入り口なら D30 の魚座金星は代償の請求窓口っす。受付窓口と生産窓口、超能力クリニック、保険は効かない10割負担。スティービーの没能力は単なる視覚だけじゃない。感情を遮断する力、音楽なしで痛みを処理する力が細くなる代わりに音楽への変換能力が異常発達。 D30 魚座金星は才能と最悪の完全同居っすね。普通感覚を没収されたからこその世界感情音声化能力っす。しかしこの異能を社会で使えなければただの過剰受信で終わってしまう。次なるリングは D10。 見えない世界の音がどうやって社会のど真ん中へ飛び出していくのか。その3、D10。現れやがったぞ。社会は戦いのコロシアム D10 だ。世界のトップアーティスト D10 が弱いわけがない。ラグナはサソリ座、まずは太陽と水星、そして社会的頂点 MC はどこだ。すべて3室のヤギ座に集中してるっす。ヤギ座は堅実に現実を積み上げる星座。しかも3室は発信、演奏、制作の現場。
つまり才能が降ってくるだけじゃない。毎日叩く、弾く、作る。その狂気的な反復が社会的な頂点に直結している。ひらめき一発の天才ではない。何度も同じクオリティで形にできる。これが社会実装だ。先輩、次は4室水亀座土星とラーフを見てほしいっす。おう、心の居場所を示す4室に制限の土星と異常増幅のラーフ。落ち着く気はあるのか？家で静かに休むより大衆ネットワークへ電波を飛ばしてしまう。 D1 で受信した世界感情を D10 のラーフが大衆規模へ拡散。さらに土星がそれを長期運用する。一発屋の花火じゃない。何十年も社会へ残り続ける構造だ。ただし仕事がプライベートを食うっす。さらに7室お牛座には火星と木星。来やがったぞこんちくしょう。声と音のお牛座、そこに火星が強烈なビートを叩き入れ、木星が人類共通語へ膨らませる。自分の中で鳴っているだけでは終わらない。社会とつながった瞬間、火星と木星が最大出力だ。ラストっす。9室蟹座には月があるっす。9室は理念と哲学、そこに感情の月が本拠地。音楽は娯楽だけで終わらない。 D1 の魚座月は世界の悲しみを拾った。 D10 の蟹座月はそれを守るべきものに変えて祈りと救済のメッセージへ昇華する。スティービー・ワンダー D10 判定は異能の完全社会実装型だ。作品産業全部に変換できる。ただし逃げ道はゼロっすね。苦しみまで燃料になる。その4、総合判定。それでは鑑定結果をお願いします。発表します。総合ランクは S プラスっす。欠損、制限、感覚がそのまま才能と使命に変換され、社会に大きく影響を与えるレベルの超能力を持つ存在。扱いを間違えると深い消耗を生むが、その出力は人類全体を照らす光となる。超能力名、世界感情音声化能力、没能力、普通感覚没収型。これはボリュームつまみのない激歪みマーシャルアンプ。人類の悲しみを歪ませて爆音で世界へ。もちろん自宅では音出し不可。ダメ、絶対ダメ。人生テーマは見えない世界を音として人類に翻訳する。これはもう憧れる対象じゃないっすね。才能が人間を超えた現象っす。その後、牧戦ソニック流派。ソニックさんの占いを体験したい方は、毎週水曜日の日本時間夜10時から別チャンネルのソニックドラゴルゴで占いライブ配信を行っております。興味があればご参加ください。はい、牧戦の時間です。手短に行きましょう。ソニックさんがね、めちゃめちゃ気になってるのは1973年のスティービー・ワンダーの事故なんですよ。友人の運転する車に同乗して帰路の途中に交通事故に遭う。トラックの荷台から落下した丸太が彼の乗る車のフロントガラスを突き破り、助手席で寝ていたスティービーの額を直撃。どんなよっていうところなんですけど、いやこれが1972年に名シンっていうヒットソング出して、で73年事故の後に立て続けにまたなんかヒットシングル出すんですよ。なんでこの事故が一体何だったのか、この時何が起こったのかを今日は時オーラを使ってね、ちょっと検証してみたいと思います。牧戦は牧戦のやるべきことがあるんです。じゃあね、まずこのね、その事故の時一体何が起こったか、こういう感じです。時差の混乱時間が分かんなくなっちゃう時差混乱で、その時ね、もうどうつながってたか、記憶の準備
っていうのがつながってて、そして時差混乱なんか分かんなくなっちゃったんですよ。でもこれね、時オラがこれを出してくるっていうことは別の考え方をするならばね、時間軸変わっちゃったんですよだから彼はこの事故によってなんでしょうね、運命変えちゃったんでしょうね。記憶も変わっちゃってですよ。だから異世界転生しちゃったみたいな状態なんですよ。物理法則から言ったらおかしいかもしれないけど、いやあるんですよ。別の次元にスライドするとかって。あんまりさ、みんなの期待させること言っちゃいけないけど、トランサーフィンなんかね、ずれることによって違う運命に行くっていうのは人生でたまにそういうタイミングってあるんですよ。だけどいつでもできるようなことを言って、スピリチュアル系なのはそういう風に変えられるんだよとか言うけど、あんまり変えられないんだよ。でも変わるタイミングが一生に一回あったりなかったりするかもしれないということは一応言ってこうかな。死んで戻ってきた組って世の中には結構いるんですけど、なんかそういうことが起こったりするんですよね。なんかソニックさん知りたいことが知れた気がしますでその時に過去に起こったこと、これですよね。行動の準備、そして未来に起こることね。だから違う世界に行って戻ってきた組です。こうなります。これですね。実現の準備、彼にとってはすごい割礼だったんじゃないですかそれで、これ過去のカルマです。その事故がね起こることによって過去のカルマこうだった。これね、整備の途中、そして未来のカルマはこいつです。ね、サイクルの外下脱したんですよ。彼は1973年の事故によって。ソニックさんはちょっとあれですね、今日占ったところでもうすごいいい手応えを感じてますよ。そっか、なるほどな。彼はそれで化けてしまったんですね。化けるくん藤子じゃあとりあえずベストウェイ考えましょうか。すぐに行動する、そして、これですよね、願いの実現、そして、時間の変動、整備途中、そしてこれか、再出発の前、記憶の再起。いや、だから本当あれですよ。なんか皆さんも努力を続けることによってある日とんでもない大事故を起こしたりとかして違う次元にスリップすることがあるかもしれません。ということが今日は分かりました。信頼と実績のソニック流派、今回お届けしたのはトキオラというカードです。それではですね、アニメのラストエンディングアウトロに移ってみてください。ありがとうございます。その6、エンディング。超能力って結局自分の苦しみを何に変換するかって話なのか？そうっす。自分の苦しみを作品、思想、仕事に変換したら超能力です。一般人は？先輩っぽく言うと、真剣な消費と承認欲求に変換っす。じゃあ昭和タイプのヒーローが逆境で立ち上がるのが超能力じゃん。今の時代は苦しみは散らすのが是ですからね。スティービー・ワンダーは失ったものを音楽に変えた。ではあなたは失ったものを何に変えていけるのか。令和の今はコンプライアンスで大きな声で言えないやつっすね。スティービー・ワンダーはモンスターとしてもそうなるわな。一般人は傷ついたら買い物して褒められて少し忘れる。スティービーは忘れずに音へ変え続けた。そうっす。傷を保存して加工して世の中へ返すっす。だから才能が救済であり、同時に永久期間でもあるっす。今回の AI プロンプトでは D1、D6、D8、D10、D12、D30 からあなたが何を失い、それを何へ変換しているのかを数値化できます。AI プロンプトは概要欄に用意しておくから確かめて結果をコメント欄によろしくな。では今回はここまでだ。See you! チャオバイ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 。タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、タロットソニックドットコム、ホームページだよ。この番組は皆さんが自分で占うことによって完成するので、そう言って皆さんが占うことによって幸せになることを願ってこの番組を作って
っております。そうですね、占いやって終わりじゃないんです。占いを皆さんができるようになることによって完成を目指しております。